愛知県の西、知多半島。この知多半島の先端、諸崎と名古屋を結ぶ2つの街道があります。半島の東側を行く諸崎街道と、西側を行く常滑街道です。この2つの街道は、かつて東海道の宿場町である鳴海宿と知多半島を結ぶ主要なルートでした。今日は東側の諸崎街道を走ってみたいと思います。おはようございます。私は今、名古屋市緑区の大高緑地公園に来ています。諸崎街道の支店はもっと JR 大高駅付近なのですが、無料の駐車場がないためここに来ました。まだ朝も早いため人影もまばらです。セミだけが朝から元気です。今日も暑くなりそうです。まずは本来のスタート地点である JR 大高駅方面に向かいます。名古屋市緑区は名古屋市の南東にある区です。旧東海道の鳴海宿があり、今も国道1号線や JR 東海道線が通る交通の要衝です。ここ大高町は名古屋に編入される前は知多郡に属し、知多半島の一部でした。この大高北小学校あたりが Google マップで確認できる諸崎街道の支点です。いよいよ旧道に入っていきます。ここでもう一つの知多半島の先端に向かう街道、常滑街道と交差します。常滑街道はこの先、知多半島の西側を通って諸崎街道と同じく南知多を目指します。JR 東海道本線と東海道新幹線の高架をくぐり、県道50号を南下していきます。大高緑地公園の前まで戻ってきました。右側に JR 東海道本線、左側に東海道新幹線が通っています。名二環の下をくぐります。続いて伊勢湾岸自動車道と名神国道の下を通過すると大府市に入ります。大府市は知多半島の東側の最北の市です。JR 東海道線の快速列車が停止するため名古屋のベッドタウンとして重宝されています。また柔道やレスリングなどのスポーツで多くのメダリストを輩出しているため金メダルの街を自称しています。諸崎街道は JR 東海道線をまたいで共和駅の西口に続いているため迂回します。共和駅西口に着きました。右に見えるのが宝石の発信です。尾張の南の方の出身の人であれば、セスナから放たれる大府駅、共和駅前、宝石の発信というフレーズは脳にインプットされているはずです。今度は JR 東海道線を左手に見ながら南下します。今度は東海道本線を東に渡る必要があるため迂回します。再び県道50号を南下します。ところどころ大通りから離れた側道が本来の諸崎街道です。JR 大府駅方面に側道を入ります。
右の大武駅前が諸崎街道ですが、一方通行のため迂回します。正面には老舗の和菓子店、常川屋があります。ここら辺の地域の人であれば、一度はもらい物などで口にしたことはあると思います。ここから知多郡東浦町に入ります。東浦町はその名の通り、知多半島の東側、衣浦湾の最央に位置します。全国で2番目に人口の多い町で、もちろん愛知県では一番です。ぶどうの生産が盛んで、山側の農面道路沿いにはぶどう狩りや直売所がたくさんあります。橋を直進できないため迂回します。ここまで県道50号沿いを走ってきましたが、ここからは国道366号沿いを走ります。この近くにあった小川城は徳川家康の母、於大の方の出生地です。東浦町には於大公園など於大の方の名を冠した施設がいくつかあります。車同士の行き違いが困難な細道が続きます。譲り合いの気持ちが大切です。一方通行のため迂回し、しばらく国道を走ります。再び側道に入ると少し旧街道らしい建物が見えるようになります。随分と道が狭くなります。諸崎街道はこの先まっすぐなのですが、車両の通行が困難なほど細道なので迂回します。再び諸崎街道に戻ってきました。一旦国道366号の反対側に渡り、すぐにまた反対側に戻ります。ここから半田市に入ります。半田市は知多半島のほぼ中央に位置します。古くから酒や酢などの醸造文化が盛んです。また、権義経の作者、新見南吉の出身地です。旧有脇村の集落を抜けていきます。本来の諸崎街道はここを右に曲がります。しかし、道が細く車は通れません。よって赤線のように迂回し、本来のルートは徒歩と自転車で撮影してきました。この坂は念仏坂と呼ばれ、かつて人々は急な坂ゆえに念仏を唱えながら登ったそうです。確かになかなかの坂道でした。ただ登った甲斐があってなかなかの眺めです。では車での映像に戻ります。半田市の亀崎地区に入ってきました。半田市はだし祭りで有名ですが、特にここ亀崎の潮干祭りはユネスコの無形文化遺産に登録されています。祭りのメインイベントでだしを砂浜から海に引き入れる様は圧巻です。
せっかくなので亀崎のメインロードを通ってみましょう。今でも昔からあるレトロな店が多いですが、最近はおしゃれな店も増えてきました。祭りの終盤にはこの上前神社の前に山車が一堂に集結します。この通りには潮干祭りの際にはずらっと屋台が立ち並びます。昔は確かセルフで酒が飲み放題だったように思いますが、今は違うかもしれません。ここから諸崎街道に戻ります。右手に数軒半田市の名物である日本酒の酒蔵が見えます。ここ森田金シャチ酒造では金シャチや初夢桜、そして奥の伊東では四季島といった日本酒が有名です。特に200年以上の歴史を持つ伊東は2000年に一度は廃業しましたが、2022年に酒蔵として復活しました。ここから国道247号に出ます。国道247号は名古屋市熱田区から知多半島を回り、三河の豊橋市まで続く知多半島の海沿いのメインロードです。一旦国道247号から脇道に入り、旧奥川村の方に向かいます。この奥川地区で行われる祭礼は別名喧嘩祭りと呼ばれる荒々しい祭りです。正面に見えるのがパワードーム半田です。その昔、八百藩として開業した時にはジャッキー・チェンが来店しました。阿久井川を渡り、半田市の中心部に入っていきます。左手に味ぽんでおなじみみつかんの本社があります。みつかんミュージアム、通称ミムが併設されており、巣の歴史について楽しく学ぶことができます。また半田市は蔵の町と呼ばれ、この近くの半田運河沿いには古い蔵の町並みが保存されています。旧奈良村の町を通り抜けます。半田常滑線を越えて細い路地に入っていきます。この近くにあるシャンドールという喫茶店は桃のパフェで有名です。ここから国道247号に戻ります。ここから知多郡竹豊町に入ります。竹豊町には半田市と同じく醸造文化と山車祭りの伝統があります。漢字が同じという理由で、騎手の武豊が一日町長を務めたことがあります。橋が車幅ギリギリです。ボディをこすりそうでビビりながら進みます。ここ竹豊町は JR 竹豊線の終着駅があります。国鉄竹豊線は東海道本線が愛知県に通る以前からあり、愛知県で一番最初に作られた鉄道です。当時は竹豊港まで伸びており、主に資材運搬が目的でした。長らく並走してきた JR 竹豊線もこの先でお別れです。この通りは一方通行のため逆側から撮影しています。歴史を感じさせる旧街道らしい建物が増えてきました。再び国道247号に戻ってきました。本来この先50メートルくらい進んだところを右折ですが、車が通れないためここで右折します。味噌とたまり醤油の醸造所があります。諸崎街道はこの先まっすぐですが、車が通れないため迂回します。
ここ南蔵商店のたまり醤油は青空レストランで紹介されました。古い蔵の街並みが続きます。車で通れなかった箇所は歩いて撮影してきました。右に見える伊藤商店の醤油は電右衛門ブランドとして展開しており、オンラインショップでも購入できます。車に乗っている時は窓を閉めていたので気づきませんでしたが、辺りは醤油の匂いがします。匂いだけで白米が食べられそうです。車の映像に戻ります。しばらくは国道247号を走ります。ここからでは分かりませんが、左にはもう海が迫っています。竹豊町には浦島太郎伝説があります。竜宮城や乙姫、亀にちなんだ場所がいくつか存在します。ただし浦島太郎伝説は全国に存在するため、その真偽は不明です。知多郡美浜町に入りました。海産物の直売や潮干狩り、いちご狩りなど観光業が盛んです。その昔、南知多町と合併して南セントレア市にする話があり、世間をざわつかせました。国道から横道に入ります。本来はこの左側から諸崎街道ですが、通行できないため回り込みました。国道に戻ります。名古屋を出て3時間、やっと海が見えました。車ですら長く感じられるので、徒歩で歩いた昔の人は感慨もひとしおだったことでしょう。横道に入りますが、この先まっすぐ行けばとヨットスクールがあります。私も子供の頃、わがままを言うとぶち込むぞと脅されたものです。国道247号に戻ると右手に名鉄講和駅が見えます。また講和港からは篠島、日間賀島、伊良湖岬行きの高速船があります。ここ講和交差点周辺は悪臭がひどいため、車の窓を閉めた方がいいです。国道247号から側道に入ります。また国道247号に戻ります。ここを右折すると南知多グリーンバレーに行けます。日本で初めてバンジージャンプを開設した施設です。左にあるのが魚太郎です。魚の直売が有名ですが、レストランやバーベキュー施設もあります。ただし年がら年中混んでいます。柳市交差点までやってきました。ここから南知多町大井まで地図上の諸崎街道は途絶えます。この場合、海側のルートを通るか山側のルートを通るか迷うところです。ただ海側には古い神社仏閣はないため、山側の方が有力なルートと判断しました。豊岡インターチェンジ方面の道を走ります。
知多郡南知多町に入りました。いよいよ諸崎街道の最南端の町です。漁業が盛んで、特に日間賀島のタコと篠島のフグは有名です。また観光業も盛んで、温泉宿もいくつかあります。野生動物が飛び出してきました。自然が豊かです。寺や神社などがあり、歴史がありそうな豊岡の集落に入っていきます。ここら辺りは道がまっすぐで、明らかに後年に区画整理された場所です。諸崎街道の一部かどうかは分かりませんが、遺跡ロードというのがあったので通ってみます。道が細いです。これは対向車が来たら積みです。ここから地図上の諸崎街道に戻ります。山道を抜け大井付近までやってきました。この辺は常滑街道との重複区間です。久しぶりに国道247号に戻ってきました。リゾートマンションチッタナポリの横を通り過ぎます。かつてはここにチンクジェント博物館がありました。刀漁港を過ぎたらまた山道に入ります。この山を越えたらゴールはすぐそこです。諸崎街道は本来はここをまっすぐですが、生活道路のため迂回します。ゴールの諸崎湖はず神社前に到着しました。篠島日間賀島行きのカーフェリーに乗るにはこの左です。かつては渥美半島の伊良湖岬行きのカーフェリーもありましたが、今はもうありません。本当は駐車場に停めて大アサリでも食べようかと思っていましたが、どこも満車なので諦めます。ということで中途半端になってしまいましたが、これで諸崎街道走破です。名古屋市緑区からここまで高速道路であれば1時間もかからず着くところを4時間近くかけてきました。ところどころ旧街道の面影もあり、走っていて楽しかったです。ただかなり細い道も多いため、走行する際は十分ご注意ください。対岸からの映像でお別れです。ご視聴ありがとうございました。